XDR を使ったトリアージ操作について解説していきたいと思います。トリアージとは、セキュリティイベントが複数あるときに、どれから先に対応を始めるかといった対応の優先度を迅速に決定するオペレーションのことです。これを迅速かつ的確に行わないと攻撃の進行を許してしまうことになるので、非常に重要な初動対応の一つとなります。今回はですね、まず従来の EDR のみを使ったですね、トリアージを先にお見せします。その後ですね、XDR を使った場合、トリアージがどのように変わるのかという点について、実際の画面を使って説明をしていきたいと思います。まずですね、今画面に映している画面はですね、これはシスコの EDR、セキュアエンドポイントで発生したアラートの一覧画面となります。現状ですね、このようにたくさんのアラートが並んでおりますけれども、どれがですね、実際の攻撃なのか、またですね、あるいはどれが誤検知なのか、これをですね、パッと見で判断するのは難しいのではないかなと思います。ここからですね、実際のアナリストはアラートを一つ一つに対してですね、デバイストラジェクトリーという機能を使ってですね、プロセスの動きを追跡していったりですとか、そういったことをして判断をしていくという流れが、従来の EDR の解析方法になろうかと思います。ですが、一度ですね、そのデバイストラジェクトリーとかを使ってですね、プロセスの動きを追跡していくみたいにですね、分析作業にですね、着手してしまいますと、時間がかかってしまいますので、トリアージという範疇を超えてしまうということになるかなと思います。これらを踏まえてですね、次の画面ですね。こちらの画面がですね、XDR、シスコの XDR の画面になるんですけれども、そのですね、XDR のインシデント一覧画面となります。XDR ではですね、様々な機器からですね、取り込んだ、相関関係にある複数のアラートを自動的に結びつけてインシデントを作成していきます。さらにですね、マイターアタックの TTP、つまりですね、攻撃者が使う戦術技術、手順ですね、これらにも、対してですね、紐付けを行って攻撃の進行度を、これをですね、明らかにしていきます。そして攻撃で使用された手法であるとか、対象ホストのですね、資産価値などに基づいて、優先順位をですね、スコアリングしていくという動きをしていきます。で、このインシデントの一覧画面にですね、表示されているこれらの情報を見るだけでもですね、アナリストは攻撃の全体像を素早く把握して危険度の高いインシデントからですね、先に着手することができるようになるかなと思います。ここからはですね、もう一歩踏み込んだトリアージをですね、実施していこうと思います。シスコ XDR ではですね、EDR だけではなくてですね、Firewall ですとか NDR といったですね、様々な機器が検知したアラートも取り込んで相関分析を行っていきます。そしてですね、それらのアラートがお互いにどのように関連して、どのような攻撃の流れを形成しているか、これをですね、追跡することができるようになっています。試しにですね、このインシデントの一覧からですね、1個ですね、インシデントをピックアップして、詳細画面を見ていこうと思います。この画面はですね、攻撃の概要、つまりですね、どの端末がどこと通信し、端末の中でどのようなプロセスが動いていたかといったですね、活動を視覚的に示しています。今の画面ですとちょっと小さいので少し大きくしていきます。このようにですね、プロセス、端末の内部で動いているプロセスの関係性であるとか、あとはですね、端末、自分の資産となっているですね、自分のオンプレにある、PC とかサーバーであるとか、その通信先っていったものがですね、このように、関係図で表されています。でさらにですね、これ、時系列でですね、結局元となっているのは各機器が検知したアラート情報になっていますので、それらをですね、時系列的に並び替えてですね、アニメーション表示するということができますので、こういったようにですね、今、この関係図の下の方にあるタイムラインをですね、ずらして、その絵のですね、変遷を見ていくっていうことをしているんですけれども、このようにですね、時系列、下の方にあるこちらのですね、タイムラインを動かしていくとですね、まず、こういったパソコンがあって、で通信先となるサーバーがあって、で端末の中でですね、パワーシェルが動いているみたいなですね、こういったところがまず読み取れます。で、時系列をさらにですね、後の方に追っていくと、このようにですね、プロセスが、新しくですね、別の、例えばこの場合ですと、パワーシェルを使ってですね、splankd.exe というですね、何か実行ファイルを実行したという風なところがですね、見て取れます。
で、さらにですね、時系列を動かしていきますと、またですね、このスプランク D.exe がですね、動いた後で、さらにパワーシェルが何か怪しいですね、こう赤色でドクロマークがついた怪しげなハッシュ値を持ったプロセスを起動させたいというふうにですね、といったところの情報がですね、読み取れるかなと思います。で、どんどんですね、これを時系列的にですね、どんどんこう後の方に追っていくとですね、より怪しい端末の中での動きが見えていたりですとか、さらにですね、タイムラインを拡大していって、いくとですね、このようにですね、こちら、今はこう 2.2.2.22 というですね、サーバーと、通信しているっていったところになるんですけれども、さらにですね、時間が下っていくとですね、また別のですね、通信先が増えていったりですとか、またですね、さらにですね、この端末もですね、ラテラルムーブメントが起きたのかなというように読み取れるように、このようにですね、端末もですね、増えていって、こういったようにですね、感染の、時系列的に見たときのオーバービューみたいなものが、このようにですね、視覚的に見ることができるという形になっております。これらによってですね、攻撃の経路であるとかパターンといったところをですね、一目で明確に把握することができるのではないかなと思います。で、実際の攻撃の場合ですね、突然脈絡もなく端末の内部で不審な動作が発生するといったことはですね、稀なことかなと思っておりまして、必ず前後にですね、不審なネットワーク上の挙動などのですね、文脈となるような情報が存在することが多いのではないかなと思います。例えばですね、端末を遠隔操作して、マルウェアを外部からダウンロードさせ、それをさらに実行して視覚情報を盗み、他の端末に移動するといったようにですね、不審なネットワーク上の挙動と不審な端末内の挙動、これらがですね、複雑に絡み合って一連の攻撃を形成するということが多くの場合、になるかなと思います。つまりですね、トリアージというですね、観点から言いますと、前後に怪しい文脈がないような、例えば EDR 単発で出てきたようなアラートは誤検知の可能性が高いと考えることができますし、その一方でですね、前後に文脈がある、つまりですね、複数種類のセキュリティシステムのアラートが相互に関連付けられたアラートの方が実際の攻撃の可能性が高いと考えることができるかなと思います。XDR ではですね、こういった観点でのトリアージも可能にしてくれますというところになります。続いてですね、XDR の、今こちらのオーバービューっていうタブを見ていたんですけれども、その隣のディテクションタブですね、こちらを見ていきたいなと思います。この画面はですね、このインシデントですね、今、特定のインシデントを一覧画面からピックアップして、この特定のインシデントの詳細画面を見ているんですけれども、このインシデントに関連付けられた複数種類の機器などから取り込まれたアラートの一覧を、見ているのがこの画面になります。このインシデントの場合ですと、このソースの部分をですね、見ていくとお分かりのようにですね、セキュアエンドポイントという文字が見えたり、XDR ネットワークという文字が見えるかなと思うんですけれども、これが何を意味しているのかっていうとですね、このインシデントは、このようにですね、ファイヤーウォールであるとか、NDR であるとか、EDR とかですね、あるいはですね、このインシデントの場合ですと、SIEM 経由でですね、取得した Windows のイベントログですね。これらのですね、いろいろな、機器から送られてきた、アラートであるとかログ情報ですね。それぞれが検知したアラートの間に、相関関係があったと XDR が分析した結果として作られたインシデントがこのインシデントになるというわけでございます。これまでですね、最初の方にお見せした、このような形でですね、個別にですね、表示されていた EDR の複数のアラートのうちですね、ファイアウォールですとか NDR のアラートと相関関係にあったものがですね、この中からピックアップされて、こういった形でですね、XDR 上で、一つのインシデント、言い方を変えると一つの攻撃の流れとして整理されているというのが、こちらの画面で、わかるのではないかなと思います。この画面上に見えるようにですね、どの機器でどのようなイベントをいつ検知したのか、つまりですね、先ほどお話しした前後の怪しい文脈情報をですね、確認することができるという画面になっております。別の言い方をしますと、前後の文脈が見つかったアラートがですね、優先的に表示されるため、無駄なアラートにですね、振り回されることなく、本物の脅威である可能性が高いものから迅速に対応を開始することができるというふうに言えるのではないかなと思います。まとめとしまして、従来の EDR ではですね、
このようにですね、無数のアラートに圧倒されがちで、なかなかですね、迅速なトリアージといったところはですね、なかなか困難だったのではないかなと思います。ご検知のですね、アラートというのも、多数発生しているかなと思いますので、そういったですね、いろいろなご検知のアラートであるとか、そういったアラートにですね、埋もれてですね、本当の脅威を見つけることができなかったり、あるいはですね、見つけたとしても次に取るべきアクションがわからないといったですね、課題をお持ちなのではないでしょうか。XDR ではですね、複数のデータソースをですね、突合することで、実際の攻撃をですね、迅速に特定することができます。これによってですね、セキュリティチームはより効率的にリソースを活用することができて、攻撃への対応を迅速化することが可能になるのではないかなと考えております。セキュリティ機器はですね、導入すればあとは放置してOK というものではなくてですね、定期的に運用して初めて効果を発揮できるものかなと思っております。もしですね、EDR の運用に課題を抱えておられるようでしたら、XDR と組み合わせることで次のアクションにつながる運用ができるようになるかと思っております。デモはですね、以上となります。ご覧いただきありがとうございました。